いてててててて。地震が収まりました。怪我はないようです。11月 X 日、日本全土で大型地震が発生。車を運転中、私も被災しました。タイヤはパンクしてしまったようです。偶然止めた広場、電波もありません。今日の物語は特別編。もしも大災害に見舞われて移動も困難な状況に陥ったら、そんな一日を仮定して防災について考える車中泊をしていきます。今回の物語はドローンやアクションカメラで有名な DJI さんの提供でお送りいたします。今回新しくなったポータブル電源 DJI パワー10 V2 を提供いただきました。まずはポートを見ていきましょう。こちらは SDC ポート。拡張バッテリーやソーラーパネルなどが挿入できます。続いて電源ポート。こちらのボタンで充電速度を変更できます。こちらは USB-C ポートが2つ、A ポートが2つ、AC コンセントのポートが4つついています。重量は 14.2 キロ。片手で持ち運べるような重さです。さてと、今回は災害時をリアルに再現していこうと思います。冒頭ドラマのような状況設定で車中泊をするため、あえて車内の準備はせずに来ました。車内のセッティングをしていきましょう。自作したベッドをセッティングしていきます。設置完了。続いてライトをつけていきます。といってもこれもリアルを再現するため、充電せずそのまま持ってきました。案の定、ほとんどの LED が充電ギリギリでした。早速ポタ電が活躍しますね。3つ口に分かれた USB コードで充電をしていきます。車内生活に欠かせない LED ライト。省電力で充電が可能です。真っ暗な車内、不安な状況は続きますが、明かりがあるだけで安心できますよね。私は普段から車の中に防災リュックを入れています。セットで購入したものなので、どんな中身があるのか、そういえば考えたことありませんでした。中身を普段から確認しておくこともとっても大事ですね。非常食や銀マット、サンダルに使い捨ての食器、ビニール袋など最低限のものが入っていました。こちらの非常食はお湯か水で食べることができます。
中には3食分、1日しか持ちませんね。こちらは携帯トイレ。こうやって見てみるとリュックの中身かなり限定的です。カーテンを閉めてプライバシーを確保。自分だけの空間を作っておくことも被災時にはとても重要です。防災リュックに水の浄化セットが入っていました。ちょうど川辺なので実験してみたいと思います。入っていたものはこちら。構造はとてもシンプル。こちらに水を通すことで水が浄化されるようです。川の水を汲んできます。セッティング完了しました。ここから浄化された水が出てきます。ではコックをひねります。お、出てきた。ちょろちょろと浄化された水が出てきました。震災時、飲料水を用意すること、とても難しいと思います。こういったグッズもあるといいですね。30分ほどかけて約 500ml の水が作れました。見た目に違うのか見てみましょう。こちらは川の水です。さあ、どうでしょうか。目で見る限りは若干透明度が上がっているような気がします。恐る恐る試しに飲んでみようと思います。えい。
通の水ですね。緊急時はこれでどうにかしようと思います。今回は常備していた水を使っていきます。550ml の水を2本用意しておきました。辺りが暗くなってきました。LED の充電がおおむねできました。明かりがあることの安心感。だんだんと冷えてきました。被災時、体調管理のためにも暖を取ることはとても大事です。現在、外気温は9度、室内14度です。遠赤外線のヒーターを持っているので使っていこうと思います。パワーセン V2 は約 1000Wh 使える大容量のバッテリーです。とはいえ、熱を発生させる家電製品は消費電力も大きいです。300W 使用で約170分使用が可能だそうです。ですが、ヒーターだけに電力を使うわけにはいきません。ヒーターは最小限にして節約していかなければいけませんね。こうして生活をしてみると、必要電力、皆さんも想像がつくかと思います。DJI の製品を使う際はいくつかの対策ができます。一つは拡張バッテリーで容量を増やすことです。こちらには最大5個までバッテリーを追加できます。また、ソーラーやオルタネーターチャージャーを装着することで電力を供給することも可能です。今回の災害想定では使用しませんでしたが、私の場合はオルタネーターチャージャーと拡張バッテリー2個を追加しています。生活の仕方によって電力消費は個人個人大きく違います。この映像を見ながら皆さんはどのぐらい電力を消費するか考えてみてください。お腹が空いたので夕飯にしましょう。非常食のドライカレーを作っていきます。たまたま積んであったケトル、これを使っていきます。ちなみにこちらは水を直接入れても作ることができるそうです。体が冷えています。温かい食べ物欲しています。熱を発生させる家電は大電流。これを覚えておいてください。
約300ワット消費しています。非常食の中をチェックしてみます。中にはパラパラになったお米、ドライカレーの粉末、そしてスプーンまで入っていました。残り残量 90%。 お湯が沸いてきました。ドライカレーの中にお湯を注ぎます。よく混ぜていきます。おっと、乾燥剤が入っていました。これは危ない。あとはここから15分ほど蒸らしていきます。水の場合は60分蒸らすそうです。携帯の充電もしておきます。情報を確保すること、そして精神衛生上もスマホが使える状態はキープしておきたいですね。蒸らしが終わりました。美味しそうな匂いがしています。では、いただきます。美味しい。こうして被災時を想定してみると分かったことがあります。何をするにも心の安定を図っていくことがとても大事だと思いました。明かりやスマホがあるだけで安心することができます。いざとなったら電力を使って温まることもできます。こうした安心感、安定感を災害時作っていくことが大事ですね。さて、電気がもったいないので布団にくるまって温まろうと思います。もう一つ気づいたことがありました。私は普段から車中泊をよくしているので、こういったグッズを常に車に積んでいます。もしフルフラットになるベッドがなかったら、もし暖を取る布団がなかったら、もっと大変な状況でした。そう思うと、普段から車中泊をしておくことが最大の避難訓練になると気づきました。携帯トイレ、私は普段から使っているので慣れていますが、こちらも慣れがないとなかなか難しいものです。
使い方を実際に見ていこうと思います。おや、今回の携帯トイレはかなりコンパクトなものですね。メーカーによって規格はバラバラです。使い方をよく確認しておく必要があります。こちらの粉末が液体を固めてくれます。使用前に袋に入れておきます。これで準備は OK。水を入れてみましょう。瞬時に水が固まってくれました。ゼリー状になっています。あとは縛って処分するだけです。漏れ防止のために二重で入れておきます。これで OK。 でも実際使ってみると緊張してなかなか用は足せません。これも通常時に練習をしておくと良いと思います。さて、電気がもったいないので最小限にしておきましょう。電波がなくても携帯電話が使えると心のゆとりが得られます。ポータブル電源があればこういった充電も可能です。寒いので時々ヒーターをつけて温まります。お風呂代わりにウェットティッシュで体を拭いておきます。普段から持ち歩いているアメニティセット。これも災害の備えとしてとても大事ですね。先ほど使った携帯トイレ、実は別の使い方も可能です。歯磨きや手洗いなど汚れた水を捨てたい場合、携帯トイレが流し代わりになってくれます。布団を敷いていきます。
一晩で 63% まで電力落ちました。電気のない生活を想像すると悲惨なものですね。この LED ライト、リモコンで動くんです。では、おやすみなさい。夜中、あまりの寒さに目が覚めました。車内気温12度まで下がっています。大した防寒具持っていません。何かないかな。あ、いいのがありました。保温シートです。ペラペラの銀のシート。これでなんとかなるといいんですが。シートをかぶってみるとびっくり。意外と保温できます。ないよりはだいぶマシといった感じです。極寒です。とても冷えました。車内は6度。銀マットのおかげでなんとか一晩やり過ごせました。あまりの寒さで夜中時々ヒーターもつけました。残り残量 34%。 この銀のシート結構重要なグッズだと分かりました。コンパクトに収まってくれました。もうすっかり冬が訪れたようです。寒いので布団をかぶっておきます。
電池残量あまりありませんが、たまらずヒーターをつけます。ポタ電があってよかったです。さて、唯一の楽しみ、食事にありつこうと思います。朝はドライフードのおにぎりを作ってみます。容量は一緒。お湯か水を入れます。ペットボトルは2本目。昨日 550ml 飲み切りました。中はこんな感じ。乾燥したお米が入っていますね。お湯が沸きました。電池残量 26%。こちら、お湯を入れて15分ほど待つだけで、握らずともおにぎりの形になっているそうです。携帯をいじって精神安定。しばらくすると出来上がりました。びっくり。ちゃんとおにぎりの形になっています。おいしそう。それでは昆布おにぎりいただきます。温かいものを食べると心が落ち着きます。おいしいな。おいしかった。調理を終えて、電池残量は 25% でした。今回 1000Wh 使えるポータブル電源 DJI パワー1000 V2 を使って災害時を想定した車中泊をしてみました。心と体の安定のためにポータブル電源とても重要だと分かりましたね。特に冬の期間、暖房器具が使えるのはかなり助かりました。 DJI のポータブル電源、最大の特徴は拡張性にあると思います。拡張バッテリーを使ったり、オルタネーターをつないだり、ソーラーパネルをつないだりと、たくさんのジャンルで培ってきたノウハウが生きています。
こちらの製品、気になった方はぜひ概要欄のリンクからアクセスしてみてください。防災リュックや普段から使っている車中泊グッズ、災害を想定してみるとまだまだ準備が足りないと痛感した車中泊になりました。特に防災食はもっとバリエーションに富んでいるとお腹も満たしてくれること以上に精神安定につながると思いました。冬の場合は防寒着、防寒類をもっとたくさん積んでおかなければと思いました。寒さが命取りになると痛感しました。今日の特別編いかがだったでしょうか。私自身も大変勉強になる車中泊でした。皆さんの感想やアドバイスなどありましたらぜひコメント欄に記入してください。